チャオエリコです。2023年も皆さんよろしくお願いします。今長崎の実家にいます。ほぼ毎年年末年始は日本に帰ってきてるんですけど、今回も約1ヶ月日本に滞在してました。もうね、明日またイタリアに戻らなきゃいけないんですけど、日本楽しかったということで、今日は海外在住者の日本一時帰国あるあるについてお話ししたいと思います。っていうか、多分あるあるだと思うっていうことを挙げていきたいと思います。なので、もしこの動画を見てくださっている方たちの中で海外に住んでいらっしゃる方は、これから私が言う内容で共感できることがいくつあるか、ぜひ最後まで動画を見ていただければと思います。Allora cominciamo subito。一時帰国あるあるその1、100円ショップが夢の国。もうね、これは今特に円安なこともあって100円ショップの売ってるものをもう本当に買い漁るんですよ。なぜなら、もちろん安いし質もいい、そしてバリエーション豊富。日本に住んでいた時は本当に必要なものだけ100円ショップにもあったら買おうかなみたいな感じで、そんなしょっちゅう行ってなかったんですけど、あのコストであのクオリティって海外ではまずないと思うんですよね。で、特に私は雑貨とか文房具が大好きなので、しかも私が住んでるイタリアはそういう文房具系がめちゃくちゃ高くて、しかも全然可愛くないんですよ。なんでもう私にとってはもう100均がうわーみたいな、めっちゃなんか大人買いした気分になるんですね、100均で。日本語教師の仕事をしていることもあって、例えば日本語の生徒さんにもお土産とかプレゼント用に漢字練習帳とか、あと漢字ドリルがね、ダイソーにあるんですよ。あと単語カードっていうのかな、あれもいつも絶対買って帰ります。一時帰国あるあるその2、コンビニのお茶とおにぎり最高。よく聞かれるんですけど、日本に帰ってきたらまず何食べたいのみたいな。私はコンビニのお茶とおにぎりです。だってまずさ、空港に着くじゃないですか。で、空港にコンビニがあるじゃないですか。で、空港から、例えば東京都内とかに移動するのも結構時間かかったりするから、とりあえず空港のコンビニで何か買うんですよ。で、その時に緑茶、あれももう日本帰ってきたなって感じするし、ちょっとおやつでなんかこうおにぎり1個とか買って、もうそのおにぎりも本当に日本帰ってきたなって、もうなんかめっちゃ美味しいって思います。で、もちろんね、そこから日本滞在してる時にいろいろ焼肉とかラーメンとかお寿司とか食べに行くんだけど、なんかまず帰ってきて食べたいものって言えば、私はコンビニのお茶とおにぎりなんですよね。あるあるその3、そのコンビニとかスーパーでの支払いの仕方に戸惑う。これは多分コロナになってからなのかな、わかんないですけど、例えばセブンだっけ、コンビニで何か買おうと思ってお金を普通に店員さんにパッて渡そうとしたら、いえこちらでお願いしますみたいな、なんかわざわざ店員さんが目の前にいるのにお金を直接渡せないっていう、何これみたいな支払い方法を選択して、お金入れて、よし現金お金入れた、よしと思ったらOK を押してくださいみたいな、押すんですねみたいな、なんかそういうのがやっぱり私は普段日本に住んでないからすごい最初戸惑いました。で、しかもね、確かセブンに行った時に後ろにめっちゃ並んでたんですよ、他の人も。だからめっちゃ恥ずかしかった。私だけ挙動ってて支払い方法がわからないっていうね、機械の使い方がわからない人みたいになってて、すごい恥ずかしかったです。あとスーパーもね、レジをさピッピッてしてくれる店員さんがいるのに、支払いは2番のレジでお願いしますみたいな、ああいうのも最初はすごく戸惑いました。あるあるその4、毎回帰ってくるたびにテレビに出ている有名人がわからない。毎年、いや年一でほぼ帰ってきてるんですけど、毎年ね、なんか知らない人が出てくるんですよ。何このアイドルグループとか、この女優さん知らないみたいな。なんか日本って本当になんていうの、移り変わりが激しいですよね。早いですよね。多分これもあるあるなんじゃないかなと思うんですけど、日本に帰ってくるたびにもうテレビについていけない、本当になんか浦島太郎になった気分になります。あるあるその5、街を歩いてるともうすぐその時のトレンドっていうか流行りが分かる。そのぐらいなんていうかな、日本人ってやっぱりこう流行を意識してる人が多い。本当にちょっと言い方悪いかもしれないけど、みんな同じに見えるんですよ。服装とかメイクの感じとか、もちろんイタリアもそういうなんかトレンドっていうか流行りはあるんだけど、でも本当みんな一緒には見えない。
メイクの仕方とかも本当それぞれみんな違うと思うし、髪型も今これが流行ってるとかもないですね。もともとの素材が違いすぎて、なんかめっちゃくるくるの天然パーマの人もいれば金髪サラサラの人もいたりするし。あるあるその6、私は年末年始にいつも帰ってくるんですけど、そうするとクリスマスとお正月をねこっちで過ごすんですよ。25日までめっちゃクリスマスっていう雰囲気で盛り上がってて、26日からもういきなりバッてこうお正月モードに変わるのが、なんだろう、もちろん日本に住んでた時もそれは気づいてたけど、よりなんていうの、異様だなって思います。この間100均に行ったら、それこそ100均のお店の中の右には門松鏡餅みたいな、なんかこうお正月デコレーションコーナーで、左はクリスマスコーナーで、なんかこうこの2つの全然違う両極端のものがこう同時に売ってるっていうの、これも本当に多分外国人から見たらすごい異様なんじゃないかなと思います。あるある7、とりあえず美容院に行く。これはもしかしたら女性の方が多いかもしれないんですけど、あと住んでる国によっても違うかもしれないけど、イタリアに住んでいる日本人女性は日本に帰るととりあえず美容室を予約してます。私は結構髪を染めるヘアカラーはもうイタリアでいい美容師さんを見つけたので、いつもその方にお願いしてるんだけど、やっぱりねカットはねこの日本人っていうかアジア人のこの太い髪の毛を、しかも量が多いね、私は切り慣れてないっていうか、全然すかないし、もう本当にジョッキンって切られて終わりみたいな感じだったんですよ。結構ね、私の周りの日本人の友達もイタリアでカットされるともうなんか悲惨みんな嘆いてます。他の国に住んでる日本人の女性はどうなんでしょうね。例えばニューヨークとかだったらさ、もうそれこそ何でもあるだろうし、日本人の美容師さんもたくさんいるだろうし、日本に帰ってきたらとりあえず美容院っていうのはないかもしれませんね。その8、日本の居酒屋などで、みんなで料理を取り分けたりとか、あとみんなで味見の交換をするのが正直ちょっと面倒くさい。特になんかこうね、女性がついであげなきゃとか、女性がサラダ取り分けなきゃとか、そういうのやっぱあるじゃないですか、日本は。イタリアではもう自分のものは自分で継ぐし、自分で取り分けるし、人のものをしてあげるっていうのはあんまりないですね。男性女性2人で行くデートとかだったら、男性が継いでくれたりはすると思うんですけど、みんなで友達で食べる時とかも本当にそういうの気にしないで、自分が飲みたい時に次足して、で自分が食べたいものを注文して、別にそれを他の人とシェアをしないんですよね。あるあるその9、日本に住んでたら絶対撮らないようなものを写真に収める。だからこれはこう外国人目線になってしまうんですよ。例えば工事中とか今故障中みたいな、そういうアナウンスに絶対なんか可愛いキャラクターの絵が描いてあるとかね、多分日本に住んでたらそこまで気づかないと思うんだけど、なんか工事中ご迷惑かけて申し訳ございませんみたいなキャラクター、こう頭を下げてるキャラクターの絵が描いてるとか、そういうのも多分外国人から見たら、うわなんかこうアニメの国だな、漫画の国だなみたいな、なんかこう可愛いみたいな、こうそういう真面目なこうなんかお知らせみたいなところにこうキャラクターがいつもなんかこう描いてるっていうのがイタリアではないかな。あとなんかガチャポンっていうガチャガチャ、あれも全く私目にすら留まったことなかったけど、日本に住んでた時でも今はどんなのがあるんだろうってこうめっちゃ見たりとか、写真撮ったりとか、やっぱそういうのもイタリアではレアだから撮っちゃいますね。一時帰国あるあるその10、ラストです。海外かぶれとかじゃなく、素でイタリア語で日本人に話しかけてしまうことがある。話しかけるっていうか、こうとっさに出た言葉かな。なんか例えばこれいるって言われてノーノーとかノーって言っちゃったり、本当にね、私95歳のおばあちゃんにもイタリア語で話しかけてたんですよ。だから本当にわざとカッコつけてるわけじゃなくて、もうなんか自然と出てしまうと、あと日本語が逆に出てこない、あの言葉なんだったっけっていうのはしょっちゅうあるし、はい、10個挙げてみましたが、日本に住んでいらっしゃる方、海外に住んでいらっしゃる方、皆さんの感想をぜひぜひ聞かせてください。コメントぜひお願いします。それからこのエリタリーチャンネル、下の方にですね、新しいオリジナルグッズが発売されましたので、すごく可愛い漫画風のポップな感じに仕上がってます。なのでもしよかったらぜひぜひチェックしてみてください。私イタリアではエリコッテロっていうあだ名で呼ばれてるんですね。なので
このエリコッテログッズをぜひぜひゲットしてくれると嬉しいな。はい、ということで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。Ci vediamo alla prossima! またねー。